赤は情熱と勇気、色は真実と純白。ジャカルタからマックスがお送りいたします。はい、マックスです。じゃあね、今日はインドネシアの麺事情。麺事情っつったらちょっと大げさですけれども、もうとにかくインドネシア人ラーメン大好き。ちょっと特集をしてみたいと思います。我々ね、日本人もものすごく麺料理大好きですよね。ラーメン大好き、インスタント麺大好き。インドネシア人もね、本当好きですよ。どのお店行ってもですね、こうやってインスタント麺もいっぱい売ってます。本当に代表的なですね、インドミー。インドミーなんて、インドミーっていうね、これね、インドミーってこういうやつなんですけど、いっぱい種類あります。大体ね、よくインドネシア人がですね、例えば海外に旅行に行った時とか、その国の食事をずっと食べていると、するとですね、そろそろインドミー食べたいよねという人なんか結構5万といると思いますよ。それ以外にですね、いろいろあります。メジャーなインドネシアブランドですね、このセダーっていうの、これ今カップラーメンしかないですけれども、そんなことないか。これにもありますかね。もう結構いろんな種類を出している会社でもあります。それ以外にね、例えばポップミーとかね、いっぱい種類出てます。で、一個一個こうやって見ていくとですね、いろいろ面白いものもあったりするんで、そんなところもね、今日はちょっとご紹介をね、することができると面白いかなと思って、企画しました。で、先ほど言った通りですね、インドネシアのブランドであったりとか、もう皆さんご存知のカップヌードル、日清さんのものとかですね。で、あとは例えば韓国系で言うと、辛ラーメンとかですね、他のブランドであったりとか、こんなタイのものとかですね、とにかくいろんなブランドがあります。最初に我々の慣れ親しんでるですね、日清さんで言うと、例えば UFO ですね。 UFO ちょっとね、日本で売ってるものよりももしかすると一回り小さい、同じなのかな。これはね、ラッサカリペダスって言って、焼きそばですけれども、ちょっとね、カレー風味、辛くてはカレー風味のものっていう、もしかするとインドネシアならではのものであります。それとですね、カップヌードルね、これはビーフ、こっちがですね、チキンですね。インドネシアはですね、90% ぐらいがイスラム教徒なので、豚が禁止されております。もちろん豚だけではないんですけれども、やっぱりレストラン、あるいは、スーパー、こういったところへ行っても、豚料理あるいは豚に関するものがそこに一緒に売られているってことはまずありえません。で、一部ですね、海外の人であったりとか、イスラム教徒でない人が来るようなところではですね、豚専門の場所を、設けて、販売しているところもありますけれども、基本的に普通にお店に行って、パッて取ったら、これ豚料理ね、そういうことはまずないです。で、大抵はですね、必ずハラルっていうですね、イスラム教徒が安心して食べられるっていうような、認証、もっと深い意味がありますけれども、が必ずついています。こういう緑のね、やつ、後でちょっと横に出しておきますけれども、そういったものが、大体ついています。多分ね、これね、インドネシアで売っているインスタント麺の本当 1% ぐらいかもしれない。これだけで正直これね、1箇所で買いましたから恥ずかしかったですよ。本当にもっとバーッ揃えたかったんですよ。なんですけれども、やっぱり片手前ね、これ食べなくちゃいけないって考えると、ちょっとここまでが限界だったかなという、ところでした。他のね、ちょっと特徴を、いくつかね、ちょっと見ていきたいと思いますけれども、なんかね、興味があるのって言ったら、例えばやっぱね、韓国インスパイアっていうのが結構多いかもしれないです。コリアンスパイシーチキンとかね、もうこれ辛いですよみたいないうものが結構あります。あとはこれね、実はね、こう見えて日清さんなんですけれども、激辛。もうとにかくね、やっぱりインドネシア料理もそうですけれども、
基本的にはね辛いです。あと日本のですね有名なラーメン店もじゃんじゃんインドネシアに出てきてまして、こうちょっとラーメン戦争になっている部分があって、その辺のこうインスパイアされたものもねこういうインスタント麺として出てきたりしてるのかもしれないです。あとね僕ちょっと興味があるのがこれね、インドミーからソルティッドエッグヌードルっていうのがね出てきてるんですよ。シンガポールですごく有名で人気があるソルティッドエッグのこうチップスがあってですね、それをこう想像してしまうんですよね。しかもねキーカラーが黄色なんですよ。だからまさかそれと同じ味するのかな、ちょっとすごく興味あります。でこれ以外にこれなんかねすごく合理的だなと思うのは、こうインスタントラーメンって1個がちょっと小さかったりするじゃないですか。なんかもっと食べたいなっつってで2個作ったりするんですけれども、これはね賢いですよ。最初から2個分入ってるんです。これねこんなの実は僕あんま見たことがなくて、あるのかな普通に。でもね便利だなと思って、僕だったらこればっかり買っていきたいですね。であるあるなんですけれども、残念ながらもうねすでにベビースター状態になってることがもう普通です。だからなんかボロボロじゃないかよこれちょっとって言っていろいろ探しても大抵こんな感じです。なのでこういうものだと思ってね買った方がいいかもしれないですね。味もねいろんなのがあります。こういう鶏みたいなのもあるし、サンバルっていうこっちのチリソースにぶっかけましたみたいなイメージの麺があったりとかですね、辛いですよってもうとにかく辛さを主張してるものであったり、これはカレー風味のラーメン、これはスペシャル結構ねインドネシア料理でなんたらスペシャルとかっていう名のついてるものが多いです。そんなにねスペシャルじゃないじゃんとかと思ったりするのもあるんですけれども、でもそういうのがあったりします。結構パッケージはすごくなんかこうちょっと美味しそうに作られてるのでね、やっぱりそそられるんですよね。なので一個一個食べてみて自分の、合うものとかをね、探すといいかもしれませんね。それとインドネシアにね来られる人、ジャカルタに旅行に来る人、バリに、旅行に行く人、いろんな人がいらっしゃると思うんですけれども、これらもねインドネシアでしか買えませんからお土産にする人も多いです。ラーメンなんでねハードルも低いですし、なんか得体の知れないものでもないですしね、すごく喜ばれると思いますんで、ぜひねお土産にもしてみてください。で今朝8時15分ぐらいなんですよ。まだ朝ごはんも食べてないですし、もうせっかくなんでこの中から2つほど選んでですね、今からもう作って実際食べてみたいと思います。やっぱりねこれは気になります。もう一つはねどうしようかな。じゃん、このセダップのコリアンスパイシーカレー、これをねじゃあ2つ作って今日の僕の朝ごはんにこれからしたいと思います。早速ねちょっとキッチンに行きたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあねまずはインドミソルティッドエッグフレーバー、こういうやつね、これを作っていきたいと思います。はい、ではですねできました。ちょっと見た目はこんな感じですけれども、食べてみたいと思います。これがねソルティッドエッグの方ですね。いただきます。確かにソルティッドエッグの香りがする。香りっていうか味もする。面白い。食べたことないこんなの。もうちょっと辛さがあってもいいのかな。次のやつ茹で上がりましたんでね、次はねこれをね今作ってますね。うわすごい、もうすごい匂いしてきた。なんかね山椒の匂いもする。あれ韓国の辛さって山椒そんなにあったかな。それじゃあ
食べたいと思います。もうめっちゃ辛そう。マジで辛そう。でもね、味は美味しいですよ。やっぱりね、ものすごい濃い。やっぱ濃いと思う、これ。結構ね、全体的に何でもなんかやり方があるのかもしれないな。でも、ね、とりあえず、あるものは全部入れたんで、もうすごい、もう汗かいてきた。はい、今回の、インスタント麺の特集いかがでしたでしょうか。インドネシアのお土産になります。ぜひぜひ買ってってください。で、いろんなものね、売ってて悩んじゃうかもしれないですけれども、美味しいのも、もしかするとそうでもないのも、あったりすると思うんですけども、それはそれで、またお楽しみということでですね、いろんなものに、挑戦してね、こう食べてみていただければと思います。もうぜひね、インドネシアに来て、絶対インドミー買うぜ、セラップ買うぜと思ってくれた人はね、ぜひ高評価お願いします。あと、チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは、今回はこの辺で、バイビー。